それでは遺伝特攻として基礎からの遺伝見ていきましょう。まずはちょっと大変でも遺伝用語を確認していきます。ラージ A とかスモール a っていうのは遺伝子を表します。こういったアルファベットは遺伝子を表します。実態は DNA の塩基配列のことです。遺伝子型ラージ A スモール a の個体、遺伝子型ラージ A スモール a の個体って言われたら、遺伝子ラージ A と遺伝子スモール a を持つ個体のことです。次に、表現型ラージ A。こんな風に少し変わった括弧にラージ A と入れて、表現型ラージ A の個体って言われたら、ラージ A の形質を持つ個体を指します。もし、ラージ A が緑色になる遺伝子だったら、表現型ラージ A の個体は緑色の個体のことを指します。そして、配偶子っていうのは合体して新個体になる細胞です。例えば、精子とか卵のことを指します。例えば、配偶子の遺伝子型って言われたら、その配偶子に入ってる遺伝子を指します。ホモ接合体っていうのは、対立関係にある遺伝子について同じ遺伝子を持つ個体を指します。例えば、遺伝子型ラージ A ラージ A の個体とか、遺伝子型スモール a スモール a の個体とかがホモ接合体です。ヘテロ接合体っていうのは、対立関係にある遺伝子について違った組み合わせになっている個体。例えば、遺伝子型ラージ A スモール a の個体なんかを指します。純系とか系統っていうのは、自家受精によって遺伝的な形質が均一な子孫を作る集団のことです。こう言われたらわかんないけど、例えば遺伝子型ラージ A ラージ A とかスモール a スモール a とかの集団です。もし A と B2 種類の遺伝子に注目してるんだったら、遺伝子型ラージ A ラージ A ラージ B ラージ B、遺伝子型スモール a スモール a スモール B スモール B、遺伝子型ラージ A ラージ A スモール B スモール B、スモール a スモール a ラージ B ラージ B の集団なんかが純系とか系統って言います。いくら自家受精しても同じ遺伝子型しか生じない集団って考えて結構です。このラージ A、ラージ A、スモール b、スモール b、なんか大文字小文字だからこれも純系っていうのかなって思うかもしれないけど、このラージ A、ラージ A、スモール b、スモール b、これいくら自家受精しても A は大文字、B は小文字しかないから同じ遺伝子型しか生じてこないよね。こういうやつらも純系とか系統っていうから気をつけてください。ワンポイントアドバイスとして、異なる形質を持つ両親を交配して、生じた子がすべてホニャララになったと言われたら、両親は純系と思ってよい。これ結構使えるんで知っときましょう。では、遺伝子型ラージ A スモール A、ラージ B スモール B 同士の交配を考えます。どんな子供が生じるでしょうか？今、答えが頭に浮かんだ方、本当はこの問い答えられないはずですよね。遺伝子型ラージ A スモール A、ラージ B スモール B 同士の交配って、どんな子供が生まれますかって言われたって答えられない。なぜならば、A と B がどういう風に染色体上に位置しているかがわからないからです。では、はじめに A と B が独立の場合、別々な染色体上にある場合を考えましょう。A と B が別々な染色体上にあるっていうのはこういうイメージだね。2対の相同染色体をイメージします。長い方と短い方。相同染色体っていうのは同型同大の染色体のことです。長いのが2本、1対。短いのも2本、1対。で、A と B がこういう風に位置している。これ、同じようなことに関係する遺伝子は、相同染色体の同じような位置にあるから気をつけてください。長いののここにラージ A があったら、もう片方の長いののここにスモール a がある。A っていう同じことに関係する遺伝子は同じような位置にあるから気をつけてください。B も同様です。それでは A と B が別々な染色体上にある独立の場合に、ラージ A スモール a、ラージ B スモール b 同士を交配してみましょう。このね、遺伝子型ラージ A スモール a、ラージ B スモール b 同士の交配を考えるときに、まず、このラージ A スモール a、ラージ B スモール b が原数分裂でどういった配偶子を作るかを考えなきゃいけません。遺伝の問題の真髄はこの配偶子形成にあると言っても過言ではありません。ラージ A スモール a とラージ B スモール b、こんな風に長い方にラージ A スモール a が、短い方にラージ B スモール b が載ってるとします。で、こんな細胞が原数分裂で配偶子を作るって時に、この長い方から一つ、短い方から一つが選ばれて配偶子、精子や卵の中に入っていきます。ラージ A
が乗った染色体が選ばれるか、スモール a が乗った染色体が選ばれるかは50%、50%。ラージ B が乗った染色体が選ばれるか、スモール b が乗った染色体が選ばれるかも50%、50%なんで、生じる配偶子は4種類。ラージ A、ラージ B か、ラージ A、スモール b か、スモール a、ラージ B か、スモール a、スモール b か。そんな風に4種類の配偶子が均等に生じることになります。で、これ少し発展なんだけど、たった1回の原数分裂で4種類の遺伝子型の配偶子が1個ずつできるわけではないんですよ。ラージ A、スモール a、ラージ B、スモール b の細胞っていっぱいあって、そのいっぱいあるラージ A、スモール a、ラージ B、スモール b の細胞が何個も何個も原数分裂に入っていく。例えば、ラージ A、スモール a、ラージ B、スモール b の細胞が原数分裂を行うぞってなったら、まずは複製が行われる。染色体が2倍に膨れ上がる。遺伝子ももちろんコピーされて2倍に膨れ上がる。で、原数分裂第一分裂で50%の確率でラージ A とラージ B が同じ部屋に入る。で、50%の確率でラージ A とスモール b が同じ部屋に入る。で、そのまんまそれぞれ原数分裂が進んでいくと、ラージ A、ラージ B とスモール a、スモール b が入った配偶子が生じるのがこっち。一方こっちはラージ A とスモール b、スモール a とラージ B が入った配偶子が生じる。これ一個一個がそれぞれ配偶子、精子や卵になっていきます。なので、何回も何回も原数分裂して、ラージ A、ラージ B、スモール a、スモール b の遺伝子型の配偶子ができる。で、同じ数、ラージ A、スモール b、スモール a、ラージ B の遺伝子型の配偶子ができる。だから、これ全部合計すると、結果的に大体、ラージ A、ラージ B、スモール a、スモール b、ラージ A、スモール b、スモール a、ラージ B、4種類の遺伝子型の配偶子が1対1対1対1で理論上できるっていう話なんですね。少し難しいけど知っときましょう。ではね、遺伝の問題の真髄は配偶子形成で、配偶子が今見たみたいにできちゃえば、あとは子供を作るなんて簡単です。4種類の配偶子が均等にできるんだから、ラージ A、ラージ B、ラージ A、スモール b、スモール a、ラージ B、スモール a、スモール b、4種類のできた配偶子をこの表の上に書いて、同じように表の左にもう片方の親が作る配偶子を書いて、あとはこれ掛け合わせていけば、この表の中身が全部生じる子供になるわけです。今後この動画中では、ラージ A はスモール a に対して、ラージ B はスモール b に対して優勢とします。では、A と B が独立の時、遺伝子型ラージ A スモール a、ラージ B スモール b 同士の交配の結果はどうなるかっていうと、こんな感じになります。この少し変わった括弧にラージ A、ラージ B と入れれば、これは表現型ラージ A、ラージ B の個体。ラージ A の支配する形質とラージ B の支配する形質を持つ個体って意味になります。ラージ A、ラージ B の表現型の個体、どんな個体かっていうと、ラージ A とラージ B を少なくとも一つずつ持つ個体だから、この表の中の丸印だね。丸、すべて数えると9個。同じように表現型ラージ A スモール b の個体は、表の三角。三角は3つ。表現型スモール a ラージ B の個体は、この×印、やっぱり3つ。そして表現型スモール a スモール b の個体は、ここ。スモール a スモール a スモール b スモール b、星マークが1つ。全部数えれば9対3対3対1で子供が生じてくるわけです。くれぐれも表現型と遺伝子型を間違えないようにね。遺伝子型っていうのは持ってる遺伝子を全部書いたもの。このラージ A、ラージ A、ラージ B、ラージ B っていうのは、ここに生じた子供の遺伝子型、持ってる遺伝子を全て書いたものね。で、こいつは遺伝子型ラージ A、ラージ A、ラージ B、ラージ B の個体は、ラージ A を1個以上、ラージ B を1個以上持ってるから、表現型はこの少し変わった格好に入れて、表現型はラージ A、ラージ B になるって意味だからね。では次に、A と B が同じ染色体上にある場合を見てみましょう。まずは簡単な方、完全連鎖。A と B が同じ染色体上にあって、遺伝子の組み換えが起こんない場合を見てみます。そんな場合に、遺伝子型ラージ A スモール A、ラージ B スモール B 同士の交配はどうなるんだろうってのを見てみます。
まず、A と B が同じ染色体上にあるって言っても、例えば、ラージ A とラージ B が同じ染色体上にある。ね、スモール A とスモール B が同じ染色体上にある。場合か、ラージ A とスモール B、スモール A とラージ B が同じ染色体上にある場合もある。だから、この2パターンが考えられるから気をつけてください。上の場合は、ラージ A とラージ B、スモール A とスモール B が連鎖しているわけだから、この細胞が原数分裂で作る配偶子、精子や卵、どんな精子や卵ができるかっていうと、どっちか1本が配偶子に入るんだから、ラージ A、ラージ B が乗った染色体が入るか、スモール A、スモール B が乗った染色体が入るかの50%、50%。下の場合は、ラージ A とスモール B、スモール A とラージ B が同じ染色体上に連鎖してるわけだから、こいつが原数分裂で作る配偶子の遺伝子型は、ラージ A スモール B か、スモール A ラージ B のどちらかが50%、50%です。で、上のパターンと下のパターンで生じる配偶子が違うってことは、そこからできる子供も違うってことだから、我々は上のパターンか下のパターンかを、つまり大文字同士小文字同士が連鎖しているのか、大文字小文字が連鎖しているのか、このどちらのパターンなのかを他の条件、他の問題文の条件から厳密に区別しなければならないということです。例えば、このラージ A スモール A、ラージ B スモール B。これ下のもラージ A スモール A、ラージ B スモール B だけど、このラージ A スモール A、ラージ B スモール B の両親から上のパターンか下のパターンかを判断します。例えば、このラージ A スモール A、ラージ B スモール B の両親が、ラージ A、ラージ A、ラージ B、ラージ B、スモール A、スモール A、スモール B、スモール B だったら、これ、両親から必ず大文字のセット、そして小文字のセットをそれぞれもらうはずだから、上のパターンだってわかるわけです。このラージ A、ラージ B は、この親から、スモール A、スモール B は、この親からもらって、ラージ A、スモール A、ラージ B、スモール B、大文字同士、小文字同士の連鎖なんだって判断できるわけです。で、何度も言うけど、どんな配偶子ができるかが分かれば、子供はすぐに作れる。今回、ラージ A とラージ B、スモール A とスモール B、大文字同士、小文字同士が連鎖しているとしましょうか。そうすると、ラージ A、スモール A、ラージ B、スモール B からは原数分裂で、遺伝子型ラージ A、ラージ B の配偶子、そして遺伝子型スモール A、スモール B の配偶子、これが均等に生じるわけだから、配偶子を上と左に並べて、マスを埋めてあげれば、こんな子供が生まれる。表現型ラージ A、ラージ B の個体、これとこれとこれ。と、表現型スモール A、スモール B の個体、これが3対1で生じるってことがわかるわけです。では最後、A と B が連鎖していて、遺伝子の組み換えが起こる不完全連鎖の場合を見てみましょう。ラージ A とラージ B、スモール A とスモール B が不完全連鎖している場合を考えます。もし、遺伝子の組み換えなんかが起こんなければ、さっき見たように生じる配偶子の遺伝子型は、ラージ A、ラージ B か、スモール A、スモール B かの2通りしかないはずです。ところが、染色体の乗り換え。染色体の乗り換えっていうのは、染色体の一部がちぎれて繋ぎ変わっちゃうことです。そして、染色体の乗り換えに伴う遺伝子の組み合わせの変化、遺伝子の組み換え。こんな風な染色体の乗り換え、遺伝子の組み換えが起こると、本来できるはずの遺伝子型の配偶子、ラージ A、ラージ B の配偶子と、スモール A、スモール B の配偶子、遺伝子型ラージ A、ラージ B の配偶子と、遺伝子型スモール A、スモール B の配偶子の他に、こんな風に一部がつなぎ変わっちゃった変な染色体を持った配偶子も少数生じてきてしまうんですね。もし遺伝子の組み換えが起こった場合は。どんな仕組みかちょっと詳しく見てみましょう。こんな風にラージ A とラージ B、スモール A とスモール B が連鎖しているとします。これから原数分裂始めるぞっていう時には染色体の複製が起こります。染色体が2倍に膨れ上がります。遺伝子もコピーされています。そして不完全連鎖の場合は染色体の乗り換え、染色体のつなぎ替えが起こります。
ここで染色体の乗り換えが起こるとどうなるかっていうと、染色体がちぎれて、隣の染色体と交換されます。こんな感じ。ラージ B とスモール b がここで交換されてます。そうすると、ラージ A スモール b、スモール A ラージ B っていう、初めにはなかった遺伝子の組み合わせの染色体がここに生じることになります。こんな風に遺伝子の組み合わせが変わることを遺伝子の組み換えっていう風に言います。で、原数分裂が進行していくと、こんな風に配偶子が生じるわけです。ラージ A、ラージ B、スモール A、スモール B が初め連鎖してたわけだから、ラージ A、ラージ B、スモール A、スモール B が乗った染色体が入った配偶子ができるのは当然として、染色体の乗り換えがここで起きちゃって、遺伝子の組み換えが起きてるんで、こんな風にラージ A、スモール B、スモール A、ラージ B なんていう本来なかった、本来ありえないはずの組み合わせの遺伝子を持った染色体が入った配偶子がここで生じているわけです。こういったラージ A スモール B、スモール A ラージ B、初めはなかった、新しく生じた遺伝子の組み合わせを持った配偶子を、組み換えで生じた配偶子っていうふうに言います。もう一回復習すると、まず、相同染色体が複製されて、そして、不完全連鎖の場合は、染色体の乗り換えが起きて、そして原数分裂第一分裂が完了すると、これとこれが別々なお部屋に分配される。そして、原数分裂第二分裂が完了すると、この複製された染色体が真ん中で切れて、それぞれ別な細胞に分配される。そして、組み換えで生じた配偶子。ここにできた配偶子。この組み換えで生じた配偶子は、必ず少数であるということが知られています。このラージ A スモール A、ラージ B スモール B の細胞っていっぱいあって、で、みんなして原数分裂して、たくさんの配偶子を作っていくんだけど、ほとんどは A と B の間の組み換えなんか起きずに、ラージ A、ラージ B、スモール A、スモール B の入った遺伝子型ラージ A、ラージ B と遺伝子型スモール A、スモール B の配偶子ばっかりができることが知られています。たまにこんな風に組み換えで生じた配偶子ができる。だから、必ず組み換えで生じた配偶子は少数であるってことが知られています。ちょっと原理は難しいんだけど、皆さんは組み換えで生じた配偶子は50%を超えることはない、必ず少数だってことを知っておきましょう。もう一度繰り返すと、ラージ A とラージ B、スモール A とスモール B が不完全連鎖している場合、原数分裂によって遺伝子型ラージ A、ラージ B の配偶子、遺伝子型スモール A、スモール B の配偶子がたくさんできる。そして少数遺伝子型ラージ A、スモール B、遺伝子型スモール A、ラージ B みたいに本来はありえないような、本来はありえないような組み合わせの遺伝子を持った配偶子が少数できることが知られています。で、さっきから少数とかたくさんとか言ってるけど、実際どんな比率で配偶子を作ってるのか調べたいなと思ったら、検定考察を行うことでそれを調べることができます。検定考察っていうのは劣勢ホモと掛け合わせることです。劣勢ホモっていうのはすべての遺伝子について劣勢になっている個体です。例えば今回で言うと遺伝子型スモール a スモール a スモール b スモール b の個体です。こんな風な劣勢ホモと交配することで、この劣勢ホモの交配相手がどんな比率で配偶子を作っていたかがわかるんですね。例えば、劣勢ホモとどんな風に配偶子を作ってるのかわかんないやつを交配させて、生じた子供の表現型が9対1対1対9、ラージ A、ラージ B の表現型と、ラージ A、スモール B の表現型と、スモール A、ラージ B の表現型と、スモール A、スモール B の表現型の子供が9対1対1対9で生じたとしましょうか。そしたら例えば、これ、表現型ラージ A、ラージ B の個体が9の割合で生じている。これさ、もちろん、両親の配偶子が合体して子供ができるわけだけど、
この劣勢ホモの作る配偶子の遺伝子型ってスモール a スモール b なわけじゃん。だから、9の割合でラージ A とラージ B を持った子供が生まれたってことは、こっちの方の配偶子、こっちの方の配偶子、ラージ A とラージ B が入った配偶子が9の割合でできていたってことになるよね。他も同様だ。ラージ A スモール b の表現型の子供が1の割合でここに生じているということは、スモール a スモール b の遺伝子が入った劣勢ホモの配偶子と、ラージ A スモール b が入った配偶子が合体したってことだから、ラージ A スモール b が入った配偶子が1の割合でできていたことになる。つまり、検定考察の結果生じた子供の表現型の比率、この9119っていう比率は、劣勢ホモの交配相手、どんな風に配偶子を作っていたのか分かんなかった。どんな比率で配偶子を作っていたのか分かんなかった劣勢ホモの交配相手の作る配偶子の遺伝子型の比率と一致するんです。この9対1対1対9と9対1対1対9が一致するんですね。検定考察の結果は、劣勢ホモと交配した相手の作る配偶子の遺伝子型の比率と一致するんです。これは別に不思議なことではありません。劣勢ホモの作る配偶子の遺伝子型は、スモール a スモール b なわけですから、ね、どっちも劣勢なわけですから、この劣勢ホモの交配相手、劣勢ホモの交配相手の作った配偶子、劣勢ホモの交配相手の作った配偶子の中に入っていた、この遺伝子の支配する形質が、そのまんま子供に現れるのは当然ですね。ではちょっと脱線して、検定考察の結果、4種類の子供が均等に生じてきたら、その場合は、劣勢ホモの交配相手が4種類の配偶子を均等に作っていたってことだから、A と B は独立だってことがわかります。また、検定考察の結果、表現型ラージ A ラージ B、表現型スモール a スモール b の個体が1対1で生じた。そんな場合は、劣勢ホモの交配相手がラージ A ラージ B の遺伝子型の配偶子、スモール a スモール b の遺伝子型の配偶子を1対1で作っていたってことだから、ラージ A ラージ B、スモール a スモール b が完全連鎖していたってことがわかるわけです。さて、最後に補強問題を解いて終わりにしましょう。補強問題括弧1。遺伝子型ラージ P スモール p、ラージ L スモール l の個体を検定考察して生じたこの表現型とその分離比は、表現型ラージ P ラージ L 対ラージ P スモール l 対スモール p ラージ L 対スモール p スモール l が1対9対9対1だった2組の遺伝子の組み換えかを求めなさい。組み換えを起こした配偶子の割合を組み換えかって言います。遺伝子型ラージ P スモール p ラージ L スモール l の個体が作った配偶子の遺伝子型は1対9対9対1だったってことがわかります。これどこからわかるかっていうと、この下線部からわかります。検定考察の結果は、そいつが作った配偶子の遺伝子型の比率と一致するんでした。そして、必ず少ない比率で生じている配偶子が組み換えを起こした配偶子なので、全部で1たす9たす9たす1、20個中、組み換えを起こした配偶子は少ない方だから1たす1、2個だから組み換えかは 10% ってことがわかるわけです。では補強問題括弧2番、遺伝子型ラージ A スモール a、ラージ B スモール b の個体を検定考察して生じたこの表現型は1対4対4対1だった組み換えかを求めなさい。この1441の比は、このラージ A スモール a、ラージ B スモール b が作る配偶子の遺伝子型の比と一致するんだったね。だから、1たす4たす4たす1、全部で配偶子が10個。そのうち、組み換えを起こした配偶子は少ない方だから、1たす1で2個。で、組み換えかが 20% とわかるわけです。括弧3番。括弧2番で下線部の答えを自家受精させた。自家受精っていうのは自分同士の交配だね。植物なんかは自分同士交配できるからね。生じたこの表現型とその分離比をこの括弧を使って記しなさい。
こんな風にね、括弧は問題文が使っていいよって言われない限り自分で使っちゃいけないからね、括弧を用いて記しなさい。で、もう答えが書いてあるけど、ね、どういう風に求めればいいかを次のスライドで見てみます。何度も繰り返しますが、遺伝の本質は、配偶子をきちんと作れるかどうかです。今回、検定考察の結果から、4種類の配偶子を1対4対4対1の比で作るってことが分かっていますから、そして自家受精は自分同士の交配なわけですから、1対4対4対1でできた配偶子を上に、同じように1対4対4対1でできた配偶子を左に並べて、このマス目を埋めれば、どんな子供がどんな比率で生じたかがわかるわけです。ここ気をつけてね。4ラージ A スモール b っていうのは、4つの遺伝子型ラージ A スモール b の配偶子があるってことだから、これ本当は4マスあるってことなんだね。こっちもそう。ラージ A スモール b が入った配偶子が4つ分あるよってことなんだ。本当はこれ4マスあるんだ。だから、4ラージ A スモール b と4ラージ A スモール b が受精すると、合体すると、16匹の遺伝子型ラージ A ラージ A スモール b スモール b の子供が生じるってことになるからね。4×4 の16とここに埋めなければいけないからね。そしてあとは、この表の中に生まれた子供たちを見ていって、表現型ラージ A ラージ B、表現型ラージ A スモール B、表現型スモール A ラージ B、表現型スモール A スモール B の子供たちをただ数えていけばいいわけだ。丸、三角、×、星マークついてるね。で、数え上げれば、51対24対24対1になるわけだ。で、もし足し算が不安だったら、この4種類の表現型の子供たちのこの数の合計が100になることを確かめよう。なんで100になるってわかるかっていうと、本当はこれ、1マス、4マス、4マス、1マスの、本当はこれ上に10マスあるんだよね。で、こっちにも本当は10マスあるんだ。だから、10×10 のこの表の中身は100個なきゃおかしい。なので、51たす24たす24たす1は100になるんだね。もしこれ、4種類の表現型を足して100にならない場合は、どこかに数え忘れがあるか、足し算が間違ってるから、計算をもう一度やり直そう。では、最後の問題に行きます。遺伝子型ラージ A スモール A、ラージ B スモール B、ラージ C スモール C、ラージ D スモール D の個体を検定考察した結果、表のようになった A と D の組み換え化を求めなさい。一見ね、うわ、何これって思うかもしんないけど、でも A と D の組み換え化を求めるんだから、これまずは B と C のデータは邪魔だよね。なので B と C のデータを消してしまいましょう。こういう問題は注目する遺伝子以外のデータをまずは無視することがポイントです。A と D についてのみ表をまとめ直してみましょう。B と C を無視してみましょう。するとこうなります。試験当日は頭の中で消すか、鉛筆で薄く線を引くかして関係ない B と C を消してしまいましょう。で、これは検定考察の結果なわけだから、この遺伝子型 B と C を無視すれば、遺伝子型ラージ A スモール A、ラージ D スモール D の個体が、こんな風な遺伝子型の配偶子をこんな比率で作ったっていうデータになるわけだ。で、パッと見明らかにラージ A とラージ D とかスモール A とスモール D みたいな遺伝子の組み合わせのものが226とか227とか224とか225とかものすごい量できてるわけだから、この遺伝子型ラージ A スモール A、ラージ D スモール D の個体はラージ A とラージ D がスモール A とスモール D が連鎖していたんだなってことがまずわかる。この A と D の組み換え化を求めようっていうこの A と D っていう書き方は、どの遺伝子とどの遺伝子が連鎖していたのか、僕たちに教えないようにこういう風な書き方をしてるんだね。だけど僕たちは B と C の結果を無視することで、あ、大文字同士
小文字同士が連鎖していたんだなってことが分かったわけですね。はじめ、ラージ A とラージ D、スモール a とスモール d が連鎖していたってことは、裏を返せば、このスモール a とラージ D とか、ラージ A とスモール d とかは、組み換えによって生じてきたってことがわかるね。あとはね、組み換えで生じたスモール a ラージ D とか、ラージ A スモール d とかの比率を求めればいいんだから、この224たす17たす225たすってこれを全部足すと1000個。組み換えで生じたスモール a ラージ D とラージ A スモール d を全部足し合わせると、1000分の17たす1たす17たす1たす17たす17で、組み換えがは 7% とわかるわけです。では、お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。